はい、セッションギタリストの解説第2弾進めていきたいと思います。前回はですね、パターンをこちら選びましたので、その音作りについて詳しくいきたいと思います。まずですね、セッションギタリストない状態、こんな感じになっています。この部分に重ねていきたいと思います。前回と同じ要領でですね、もうすでに打ってあります。ちょっと今ですね、音数が多いので、ボーカル、そしてこのセッションギタリスト、ドラム、このあたりで聴いてみましょうか。何もかも素晴らしい今日、弾む形から聞こえるよね、歌声が何も。まず前回ですね、こちらからプリセットを選んでいきましたけども、このですね、プリセットを呼び出すと、実はパターンだけではなくですね、その音色もですね、調整してくれてます。で、これを確認するにはどこかと言いますと、この右上ですね、サウンドプリセットというものがあります。この部分をクリックしていくか、もしくはですね、この右の逆三角形部分ですね、こちらをクリックしていただくと、こんな感じで一覧で見ることができます。すべてのプリセットはですね、このようにダブリングというものが用意されていまして、普通のナチュラルですと、こういったものですね。これをですね、ダブルにしてみますと、こんな感じでですね、ギターが2本弾かれて左右に振られているというもので、サウンドに広がりを持たせることができるというものになっております。タイトにですね、演奏させたりとか、このように広がりを与えたい。このあたりで使い分けていくのがいいかなと思います。そしてここを見ていただきますと、ボイシングと書いてありまして、今、ロー、左に振られてますね。こちら、ハイに振りますと、ギターのですね、高いフレット、要は音程が高いボイシングで演奏してくれるというものです。一度これ聞いてみましょう。ローですと、混ぜることもできます。そしてここ最大の注意点なんですけども、停止しますと、今、せっかく真ん中に置いたものがですね、戻ってしまったと。これはですね、DAW 側の環境設定に問題があります。Cubase の場合はこちら環境設定を開いていただきまして、この右タブ、停止時にリセット。これが入っていますと、停止した時にですね、今のように戻ってしまいますので、こちらを外しておいてください。これでですね、解決可能となります。今ですね、真ん中ぐらい良かったので、こちら設定しておきましょう。下がアクセント、そのままなんですけども、右に行けば行くほど、そのアクセントが強い演奏。そして左に行けば行くほど割とおとなしめな演奏になります。これちょっと聞いてみましょうか。これを最大にしますと、結構元気がある演奏になりますよね。このあたりを変えることができます。そしてもう一つ見ていただきたいのが、これ上がモジュレーションホイール、下がピッチベンドとなっていまして、ミディキーボード側でですね、こんな感じで曲の中で動かして記録することもできるというものですね。サビだけですね、アクセントを強くして、そして A メロは普通に戻す。このようなコントロールを行うことができます。そして今この部分いじったんですけども、もう少し詳細を詰めたいという場合はですね、このサウンドタブにアクセスしてください。今説明しましたこのハイポジション、ローポジションだったりもここで切り替えることができます。そしてですね、見ていただきますと、先ほどダブリングを選びましたので、ローポジション、ハイポジションともにダブルで弾かれています。例えばなんですけども、ハイポジションはですね、ダブルにせず、右側から鳴らすと。そしてローポジションはダブル。こういうこともできますね。そしてここ、フレットノイズなんですけども、これはですね、音程が変わった際ですね、指を動かしまして、その時に出るノイズですね。こちら最大でやってみましょうか。何か音程が弾かれていて、次移動する際ですね。このノイズの音量をコントロールできます。少しですね、入れておくと生っぽい感じになりますし、もしこれがいらないという方はですね、最低まで下げておくということになります。そしてこの下部分ですね、EQ コンプ、リバーブついていまして、EQ はですね、音質を整えるといった意味でですね、このようなプリセットが搭載されています。例えばですね、今低音が結構強いので、これをスッキリさせたい。だとしたらこれはハイパス。このまま上げていけば、ないとこんな感じですね。このあたりをですね、楽曲に混ぜてどうかというところを詰めていきます。そしてコンプレッサーはですね、この音量のばらつきを抑えることができます。上げていけば上げていくほど演奏が平らになると。これがないと。こんな感じで強弱を抑えることでオケとの馴染みを良くするという目的で使われます。そして最後、リバーブ。こちらはですね、この部分からプリセットを選ぶことができまして、あとはその深さですね。
これを決めていくと。それではこの状態でボーカルと。何もかも素晴らしい今日弾むから中から聞こえるよね歌声が。はい、かなりいい感じになりましたね。そして今はですね、音質面詰めましたけども、これプレイバックといってですね、実際のこれ演奏方法を詰めることができます。このスイングというものなんですけども、これはリズムが跳ねるというものですね。一度これ 100% にして聴いていただきますと、このような演奏になるんですけども、今実際ですね、ドラムが跳ねていませんので、ちょっとリズムが合っていないかなと。例としてこのドラム跳ねさせてみましょうか。これでですね、クオンタイズ、スイング 100% にして適用します。ですので、この楽曲のですね、このドラムのスイングと、こちらのスイングですね、合わせに行くとなかなかいい感じになるんじゃないかなと。一回これ聞いてみてください。で、これとは逆にですね、ドラムが跳ねているのにギターがですね、ストレート、要は跳ねていない状態ですと、これもですね、ちょっと微妙な結果になりますので、ここはやはり合わせておくといいかなと思います。また、こんな完全に跳ねさせなくてですね、若干だけ跳ねて、こう人間味を与えると。今 26%。こちらもですね、同じような数字に合わせておきますと。いい感じになるんじゃないかなと思います。そしてヒューマナイズなんですけども、これは人間味ということで、この右オリジナルはですね、実際にこうプレイヤーが演奏したタイミングそのままでですね、演奏されますと。こちらをですね、左にやればやるほどクオンタイズされたものですね。ですので、正確なリズムになっていくというものです。このあたりですね、正確すぎても面白くないことが多いので、実際ですね、聞きながら、どのぐらいいいかなというのを探っていくと。そしてこれ前回やりましたけども、2倍の演奏、もしくは2分の1の演奏にするというものです。そしてこのあたりですね。例えばプリセットを変えた時もこの値を維持したい。そういうことも多々あります。こういった場合はこの鍵マークですね。クリックしておきますと、何か違うプリセットを読み込んだ時もですね、この値維持されてプレビューができますので、ぜひですね、このあたり活用していただけたらと思います。サウンド詰めたもの全部で再生していますね。まずボーカルとギター、ベース、ドラム、そしてギター、このものをはい。こんな感じでサウンドを調整した後はかなり馴染みが良くなっているのが分かっていただけるかと思います。という感じでですね、2回に分けてセッションギタリストを解説させていただきました。非常にですね、音も良くて使いやすくてカスタマイズ性も優れていますので、ぜひですね、アコギを高音質で入れたいという方はですね、試してみていただきたいと思います。といった感じで今回の解説はこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。